わしじゃ、不気味度魅力じゃ。今回は、メガドライブ、スーパー 32X のメタルヘッドをプレイしていくのじゃよ。スーパー 32X と、今となってはプレイ可能な環境を持っている人も少ないハードのタイトルなのじゃ。しかし、実は後にセガサターンの数々の名作を手掛けるスタッフが多数参加しており、なかなかに侮れないゲームで、わしにとってもお気に入りな一作じゃ。例によって、スーパープレイでも攻略プレイでもないので、まあゆるりとお付き合いいただければ上々じゃ。ネタバレもありなので、未プレイの人はそのつもりでな。本作は、1995年2月24日にセガが開発、販売したメガドライブ、スーパー 32X 用タイトルじゃ。ジャンルはいわゆる FPS じゃな。コクピット視点のアクションシューティングとも言える。ストーリーはいくつかの対戦を経た近未来が舞台じゃ。都市での戦闘に特化した二脚歩行型汎用兵器、メタルヘッドが、その運動性の高さと目的や地域に応じてカスタマイズできる高度な汎用性で活躍する時代。ヨーロッパ東部のブラニア公国で武装グループによるクーデターが発生。国王を宮殿内に軟禁し、全土を支配下に置いた。クーデターを鎮圧するため、国際特殊治安部隊、通称 ISAF のメタルヘッド部隊に出動命令が下ったという感じじゃ。本作は日本語と英語を切り替えることができ、英語にすると難易度が上がるだけでなく、ダメージに応じてレーダーの機能が低下するなどの違いがある。まあ、今回は普通に難易度もノーマルでプレイしていくのじゃよ。また、一番下の項目は、登場するキャラクターのビジュアルを変更することができるのじゃが、これは後のお楽しみにしておくのじゃ。それでは、プレイ開始じゃ。Good luck. Stage 1. Mission 1. Your first mission. Destroy all enemy mechs in the city near the border. Remember to take them all out. Grenade cannon. 基本的に本作はミッションクリアで先に進んでいく。Chain gun. 一つのステージが2から3のミッションで構成されているのじゃ。最初のミッションはシンプルにエリア内の敵の全滅じゃな。本作の操作じゃが、方向キーの上で前進、下で交代、左右は旋回となっている。連続で方向キーの上で押すことで前後へのローラーダッシュが可能で、これが非常に重要なアクションじゃ。A ボタンを押しながら方向キーの左右を押すと旋回せずに左右に平行移動できる。これもかなり重要じゃな。そして B ボタンで攻撃で C ボタンで武器の切り替えができる。あとはモードキーで視点変更ができるほか、 X ボタンや Z ボタンでも一時的に視点変更が可能じゃ。ご覧の通り右上にレーダーがあるので、これで敵の位置を確認して攻撃していくのじゃよ。画面左下にはライフゲージを見てる時間が表示されている。リアルっぽい世界観やハードな雰囲気とは違って操作方法は結構シンプルでわかりやすいのじゃ。支援弾は右腕に装備されているので、車線がちょっと右寄りなのはこだわりを感じてよいな。気をつけないといけないのは、敵に後ろを取られたり囲まれてしまうと袋叩きにやってしまうので、
レーダーで敵の位置をしっかり確認することじゃ。左右の方向ボタン連続押しで急速旋回ができるものの、どうしても方向転換に時間がかかるので、そこでダメージを食らってしまう。ローラーダッシュを使って後ろから回り込んだり、ビルの影に隠れて平行移動でうまく攻撃を当てていくと良いのじゃ。このゲームの大きな魅力は、女性キャラが全く登場しないハードな世界観と、ハードロックといったヘビーメタル調の BGM の相性じゃ。メタルつながりというわけでもないとは思うが、ギンギンのサウンドをバックにローラーダッシュでビルの合間を突き進んでいくのは、かなりテンションが上がって気持ちよいのじゃよ。まあ、ハードの性能の関係で、フレームレートの低さやポリゴンの粗さでグラフィック的にはちょっと厳しいが、ロボットやメカが主体なのでなかなかうまく表現できていると個人的には思うのじゃ。当時はロボットもののアクションというと、ゆっくりした動きのゲームが多かったので、通常の FPS のようなスピード感で遊べる本作は、実は結構画期的だったんじゃなかろうか。後のガングリフォンやハマードコアにつながる系譜とも言えるかもしれないのじゃ。ギャンとはないからちょっと違うか。このローラーダッシュは音ムズ感があって楽しいのじゃよ。あと残り1機を倒して、これでミッション1クリアじゃ。Mission complete. ミッションクリアでもらえるポイントで、ステージクリア時に武器や装備を買うことができるのじゃ。Stage 1. Mission 2. Destroy the stationary mechs under maintenance in the area. But stay alert, this could be an enemy trap. ミッションには敵の機体置き場を撃破するという目標があるのじゃが、実は機体置き場を撃破してもクリアにはならず、結局すべての敵を撃破する必要がある。なんか騙された気分なんじゃよ。一応目標の機体置き場じゃが、レーダーで確認できる。こんな感じで敵が固まっている場所があるので、そこが機体置き場じゃ。この通り、撃破してもクリアにはならないのじゃ。こんちくしょう。こんな感じで、うまく遮蔽物の影に隠れて敵を倒すようにすると、ダメージを減らせるのじゃ。このゲームは、ダメージ回復のアイテムなどはない、男らしい仕様なので、受けるダメージを減らすのは大事なのじゃ。
つは結構敵が賢いというか、こちらの動きを見て反応してくるのじゃよ。敵がしっかり避けてくるのが微妙にムカつくのじゃ。Our bomber will take care of the remaining forces. You must eliminate all mechs in your area. ここで味方が支援攻撃をしてくれる。しかし、なんと恐ろしいことに敵味方関係なく爆撃をしてくるので、こっちも巻き込まれてダメージを受けてしまうのじゃ。しかも当たり前じゃが、見てから逃げてもまず間に合わないじゃん。爆撃は大通り沿いなので、基本的には横道にいるようにするのがポイントじゃな。おそらくこいつが最後じゃな。Mission complete. ミッションにもクリアしたのじゃ。破壊した後にパーツが飛び散って爆発するというのもポリゴンならではの表現じゃな。 Stage 1. Mission 3. いよいよステージ1も最後のミッションじゃ。 An enemy special force unit is heading this way. In an attempt to regain control of the area, first take out their leader to destroy their chain of command. You should be riding an armored vehicle. After that, it should be a piece of cake, like see what you're made of. ミッション3は敵の指令用戦車、つまりボスを倒せばクリアとなる。ただ、悲しいことにレーダーではどれがボスかはわからないので、マップ内を探し回るしかない。だいたい真ん中あたりにいるらしいのじゃが、全体マップがないからどこが真ん中かわからないし、ボスの戦車も移動しているので探し当てるのが難しいんじゃよ。そういえば、お気づきの人はいるじゃろうか。目を閉じてみて、このゲームの SE に注目してほしい。どこかで聞いたことがあるような気がすると思うのじゃ。そう、メタルヘッドの駆動音の波形音、武器の発射音、爆発音などがガンダムなどのロボットアニメで使われている SE に非常によく似ているのじゃよ。聞き慣れた SE、ノリの良いサウンド、癖のない操作性のおかげで自然とゲームに没頭できるのが本作の魅力じゃな。おっと、こいつがボスの指令用戦車じゃ。基装備の一つだったグレネードキャノンを今こそ使うのじゃよ。弾数こそ少ないが威力は高いので見事に倒したのじゃよ。ステージをクリアした時にはこのようにポイントで装備を買うことができる。右腕と左腕でそれぞれ装備を選べるのじゃ。と言ってもあまりポイントはないので、右腕は標準の弱チェーンガンのままにするのじゃ。レーザーもあるのじゃが連射できないので、結局チェーンガンが一番使い勝手が良いと思う。左腕は初期装備のグレネードキャノンもあるのじゃが、ここは節約のため
コストゼロで済むナックルにする。 Grenade cannon. Grenade cannon. Hammer knuckle. Hammer knuckle. 最後はオプション武器じゃ。 You'll probably need some optional weapons. これもいろいろあるのじゃが、ここで選択しておきたいのがエクストラアーマーじゃ。 Missile launcher. これがあるとダメージが軽減されるので、 Extra armor. 回復手段のないこのゲームにおいてはかなり重要なアイテムなのじゃよ。 Extra speed. Extra 移 armor. 動速度アップのアイテムはローラーダッシュがあるので正直不要じ You'll ゃな。 probably need some optional parts. 噂では海外版はローラーダッシュがないらしく、このアイテムはその代わりとして用意されているのかも Stage じゃ。 2. Mission 1. さて、無事に装備の購入も済んだところで We've ス detected テ the ー enemy's ジにじゃ。 frontline base somewhere in this area. Find the base and get a photograph of the entrance. ステージ2のミッション1は今までとはちょっと毛色の違ったミッションじゃ。敵施設の入り口を探して撮影し、それを味方のヘリに渡すという内容になっている。もちろん敵は出るので戦う必要はある。街並みもステージ1のビル街とは違って歴史ある地方都市という感じじゃな。とりあえずは敵施設の入り口とやらを探すのじゃよ。歩いている音がどう聞いてもガンダムじゃな。このローラーダッシュが気持ちよいのじゃよ。見慣れない敵が守っているそれっぽい扉の前に近づくと、このように左上に白黒の画像が表示される。どうやらこれが写真を撮影したということらしい。あとはこれで味方のヘリのところまで行けばよいというわけじゃ。建物の陰に隠れて我ながらうまい戦い方じゃ。さて、問題はその味方のヘリとやらがどこにいるのかなのじゃよ。とりあえず敵を倒しながら街中を走り回るしかないのじゃ。お、レーダー上に何か赤い点があるのじゃ。これは怪しい。その前に近くのこの敵は倒しておくかな。壁の影からのショットで見事撃破じゃ。お、やはりヘリっぽいのを発見したのじゃよ。 Mission complete. これでステージ2のミッション1はクリアじゃ。Stage 2. Mission 2. Our photo analysis shows we're going to need help getting through the gates. Guide the special explosive chopper to the entrance. He'll take care of the gate. ミッション2はミッション1に引き続き味方のヘリを先ほどの施設の扉まで誘導し破壊してもらうのが目的じゃ。
ステージ1と違ってミッション内容が多彩になってきたのじゃよ。味方のヘリじゃが、このヘリのプロペラ音を頼りにするしかない。ローラーダッシュなどで一気に先に進んでしまうと、ヘリの音が遠ざかるので、音を聞きながら移動するスピードを調整するとよい。あとはレーダーを見て敵の攻撃にも注意じゃな。確かこの右側の壁沿いに行けば施設の扉までたどり着けたはずじゃ。結構敵が突っ込んでくるが、トラックっぽいのが多いな。施設の近くまで来たら、両肩にその砲を装備した強そうな敵のメタルヘッドがいるのじゃよ。目的地に無事到着なのじゃ。Cover that chopper. It's about to blow up the entrance. Oh.ヘリが見事に扉を破壊したのじゃ。まあ、ポイントを稼ぐのであれば、もっと敵を倒すのをおすすめするのじゃ。Stage 2 Mission 3 Attack the enemy base and destroy the main generator located inside the facility. The generator is heavily guarded, but it must be taken out at all costs. そして、ミッション3は敵施設に侵入して、動力部を破壊するという、なかなか燃えるミッションじゃ。基地内は狭く、逃げ場がないので、こんな感じで袋叩きになりがちじゃ。うまく位置取りをして、しっかり敵を破壊しておきたいところじゃ。なんか動力部っぽいものを見つけたのじゃ。よし、見事破壊したのじゃよ。We have confirmed the destruction of the generator. Evacuate the area.
さかステージ2にして大周年みたいな脱出イベントが始まるとは予想外じゃ。しかも残り時間がいきなり90秒と短くなっているのが恐ろしい。正直この残り時間は結構シビアで、道に迷ったりすると確実に間に合わなくなる。しかも倒したはずの敵が全部復活しているので、帰り道が分かっていても余裕はないのじゃよ。この緊急警報のような音がまた焦らせてくれる。いちいち敵を丁寧に倒している余裕がないので、強引に突破するのじゃ。とうとうライフゲージの残量が少なくなったアラームまで鳴り始めたのじゃよ。ただもうすぐ出口のはず。いろんな意味でギリギリじゃが、なんとかクリアしたのじゃ。ステージにはいろいろとミッションの内容も多彩で楽しかったのじゃ。Got the point? I got the equipment. What do you want? そしてステージにもクリアしたので装備購入たいのじゃ。メガチェーンガンを購入して通常攻撃を強化したいところじゃが、そうするとアーマーが買えなくなる。How do you want to equip your left arm? このゲームは恐ろしいことに、なんとステージが終わると購入した装備は引き継がない。You'll probably need some optional weapons. つまりステージ1の終わりで買ったアーマーもなくなっているということじゃ。You'll probably need some optional parts. そのためまた改めて買い直さないといけないのじゃ。なので残念じゃが、先ほどと同じく右腕がチェーンガン、左腕がナックル、そしてオプションはハマーでいくのじゃよ。さて次はステージ3じゃ。 They'll never expect to find us downtown. That's why we've chosen this area to launch a surprise attack. We don't have much time. Eliminate the enemies before nightfall. 今度は歓楽街がある年ということで、かなり賑やかな感じじゃな。目的は敵機を全滅させることなので、しらみつぶしにしていくのじゃ。ちなみにわしはこのステージの音楽が一番好きじゃ。ドラムがかっこいいので。本来はこんな感じで敵の後ろに回り込んで攻撃するのが一番ダメージを負ってなくて済むのじゃ。ただスピードが速い敵も多いので、なかなか都合よくはいかないな。ステージには変則的なミッションだったので、普通に敵を倒すミッションがここで入ってくるのは飽きさせない良い展開じゃな。こういう待ち伏せ作戦も有効だったり、実は敵とのバトルがなかなか奥深くて楽しいのじゃ。It's too dark for a precision attack. Switch your camera to night vision now. と思ったら暗くなってきたので暗視モードに切り替えになったのじゃ。こういうのもミリタリー好きには嬉しい演出じゃな。
これで寝やすいかというとちょっと微妙な気もするのじゃが、実はダメージを受けて暗視モードが壊れるとありがたさがわかるのじゃ。実は偉大なことに本作は日本のセガの開発チームによって制作されている。本作が基本的に海外向けに作られているようにもかかわらず、非常にプレイしやすいのはそれが理由だと思うのじゃ。しかも開発メンバーは後にセガサターンの全盛期を支える作品の数々を手掛けた方々ばかりなのじゃ。例を挙げると、プロデューサーはナイツ、ジャパンツアードラグーンアゼルの永田光一氏、メインプログラマーはソニックチームのバーニングレンジャー、ソニックアドベンチャーの若山正宏氏や、ファンタシースターオンラインのメインプログラマーを務めることになる節政明氏、デザイナーはサカツクシリーズで有名な佐々木浩一氏、プランナーは桜大戦シリーズの野中龍太郎氏、サウンドはソニックシリーズやナイツで活躍する瀬上淳氏や中川照彦氏など、メガドライブの名作を多く手掛け、さらにセガサターンの全盛期からドリームキャストとセガの家庭用ゲーム機を盛り上げてくれたそうそうたるメンバーばかりなのじゃ。特に瀬上氏はハードロックバンドのギタリストも担当しており、本作の BGM の出来の良さにも納得じゃ。当時は発売されたばかりのスーパー 32X という慣れない開発環境で、しかもセガサターン向けタイトルとの並行で開発しないといけないという厳しい状況だったはず。にもかかわらず、多彩なミッションや軽快な操作性など絶妙なバランスと尖った魅力を持っているのは、まさにこのスタッフのおかげだと思う。そんなことを語っているうちにゲームは進んでいたのじゃ。とりあえずは無事にクリアじゃ。Stage 3, Mission 2. The remaining force is forming a counterattack. There must be a lead mech controlling the troops. Find and destroy the leader. The leader may be a newly developed mech, so use caution. ステージ3は実はミッション2までじゃ。ミッション2では敵部隊のボスである司令機を倒せばクリアじゃ。まずは司令機を探すところからじゃな。思いのほか早く見つかったのじゃ。見た感じ、あまり動きも素早くはないのじゃ。時々振り向いた時に打ってくるレーザーのダメージが大きい。食らうと一気に10以上ゲージが減るんじゃない。しかもレーダーを見るといつの間にか敵に囲まれている状況じゃ。Your owl cam is down. Be careful. 暗視モードのセンサーが壊れてしまった。なんとか倒せたのじゃ。我ながら強引にも程があるな。まあ、こういうご利用しが通じるのも良いゲームの特徴だとわしは思う。暗視モードが切れるとかなり暗くて見にくいのがわかるかな。Got the point? I got the equipment. What do you want? How do you want to equip your right arm? Hammer knuckle, chain gun, chain gun. ステージクリアで装備購入画面じゃが、ミッションが2つしかなくてあまりポイントが増えていないので、前と同じ構成でいくしかないな。How do you want to equip your left arm?
Hammer knuckle. Hammer knuckle. You'll probably need some optional weapons. Missile キリがいい extra ところ armor. で、今回はここまでじゃ。 You'll probably need some optional 次回 parts. は後半ステージをプレイしていくのじゃよ。 You finished? それでは、次回もよろしくな。 Later, chump.